こんにちは、ソニック研究員の KT です。今回はシャドウの人生後編をお届けします。主にソニックヒーローズとシャドウザヘッジホクで描かれた部分になりますが、始める前に一つだけ。このシャドウザヘッジホクというゲームはマルチエンディングシステムになっているので、いろいろな分岐ルートがあるんですけど、どのルートが正式な物語なのか発表されてないんですね。なので今回は僕が物語的に自然だなと思ったルートを紹介しますので、僕の主観が入っちゃってる点だけご了承ください。それではまず前編の振り返りをしたいと思います。ソニックたちの時代から50年前に行われていた不老不死の研究、プロジェクトシャドウ。そのメンバーであったプロフェッサー・ジェラルドは難病を抱えた孫娘マリアを救うためにプロジェクトに参加していましたが、研究がうまくいかずに行き詰まっていました。そんな時、50年に一度地球に接近するブラック彗星という星からブラックドゥームと名乗るものが現れ、彼らの持つ不老不死の遺伝子を分け与える代わりに50年後に全てのカオスエメラルドを献上せよという取引を持ちかけてきます。マリアを救うためにその取引に応じたジェラルドでしたが、同時に50年後のブラックドゥーム襲来に備え、手に入れた不老不死の遺伝子を使ってブラックドゥームたちに対抗できる究極生命体を生み出します。その時生み出されたのがシャドウでした。その後シャドウはマリアと親しくなりますが、ほどなくして実験サンプルが暴走する事件が起こり、事態を重く見た政府がプロジェクトの中止とその隠蔽を決定。軍の特殊部隊によって研究員たちは幽閉され、シャドウを逃がそうとしたマリアはシャドウの目の前で軍に撃たれてしまいました。そのことを知ったジェラルドはあまりの悲しみと憎悪で狂っていきます。プロジェクトシャドウが行われていたスペースコロニーアークを改造して7つのカオスエメラルドが揃った時に地球めがけて激突するようプログラム。そしてシャドウの記憶を操作してこの復讐計画を託した後、軍に処刑されたのでした。一方でシャドウは軍に捕まりコールドスリープ状態にされていたのですが、50年後にエッグマンがシャドウを目覚めさせたことでジェラルドの復讐計画がスタート。シャドウはエッグマンを巧みに騙してカオスエメラルドを集めるよう仕向け、ついに7つのカオスエメラルドが揃ってしまいます。ジェラルドのプログラムが発動して地球に落下していくアークですが、エミーの説得を受けマリアの本当の願いを思い出したシャドウはソニックと共に見事アークを止めて地球を救います。しかし全ての力を使い果たしたシャドウはそのままゆっくりと地球に落下していったのでした。アークでの戦いから幾日か経ったある日、本業であるトレジャーハントに勤しんでいたルージュはエッグマンがお宝を隠しているという情報を得てエッグマンの基地に潜入します。するとそこにはあの時地球に落ちたはずのシャドウが眠っていました。ルージュが機械を操作したことで目を覚ましたシャドウ。想定外の事態に驚くルージュでしたが、それもつかの間、基地に封印されていたエッグマンのロボットオメガが目覚めシャドウと戦闘を始めました。なんとか2人を引き剥がしたルージュが話を聞くと、オメガは自分を封印したエッグマンを憎んでおり復讐したがっていること、そしてシャドウは過去の記憶を全て失ってしまっていることが判明します。そこでルージュはエッグマンであればシャドウの記憶について何か知っているのではないかと提案。目的の一致した3人は一時的にチームを結成しエッグマンを探しに行くのでした。この3人をもってすればエッグマンを見つけ出すことなど造作もありません。エッグマンを見つけ出したシャドウは自分がどうしてあの基地で眠っていたのか、そしてどうすれば記憶を取り戻せるのか問いただしました。するとエッグマンはお前に取り戻す記憶などはないと意味深なセリフを残します。その場ではエッグマンに逃げられたシャドウですが、自分に取り戻す記憶がないという言葉の真意を確かめるべく再びエッグマンを追いかけます。そして再度エッグマンと交戦し今度こそ捕らえたかに思いましたが、それはエッグマンの姿をしたロボットでした。悔しがるオメガをよそにシャドウは目の前の光景に愕然とします。そこにはエッグマンを模したロボットの他に自分にそっくりなロボットの残骸も転がっていたのです。眼下に横たわる自分の姿と取り戻す記憶などないというエッグマンの言葉、そこから連想される仮説を振り払うかのようにシャドウはその場を後にするのでした。そして3人はついにエッグマンを追い詰めます。エッグエンペラーに乗り込んで襲ってきたエッグマンを見事返り討ちにしたシャドウたち。その後お宝を求めてルージュがエッグマンの基地に入ると、なんとそこにはあの時のシャドウと同じ機械に入った大量のシャドウアンドロイドの姿がありました。呆然とするルージュのもとにオメガが近づいてきて、ここは自分が処分しておくと告げます。あのシャドウもやはりアンドロイドなのか、疑惑が確信に変わってしまった気がしたルージュに対し、コピーを作るにはオリジナルの存在が不可欠だと告げるオメガ。その言葉に希望を見出したルージュは外に出てシャドウと合流。2人は他愛のない会話をしながらその場を後にするのでした。それからしばらく経ったある日、シャドウは街の郊外に一人佇んでいました。未だに記憶は戻りませんが、最近ある光景が頭に浮かぶようになってきました。それは無機質なツールをかける自分と一人の少女の姿、そしてその少女が自分の目の前で撃たれてしまう光景。その光景の中でシャドウは少女が撃たれた瞬間にマリアと叫んでいました。この光景は何なのか、そして自分がマリアと呼んだあの少女は誰なのか、
一向に記憶が戻らないことに苛立ちを覚えるシャドウでしたが、次の瞬間突如空が不気味な色に染まり、大量のモンスターが出現。そしてシャドウの前についにブラックドゥームが姿を現します。ジェラルドの時代から50年の時を経て、再びブラック彗星が地球に近づいてきたのです。ブラックドゥームは間もなく約束の時が訪れる、我のもとに全てのカオスエメラルドを集めるのだとシャドウに告げ、姿を消しました。突然の出来事に驚くシャドウでしたが、何より気になったのは目の前の男が自分を知っていたこと。ついに記憶を取り戻す手がかりを見つけたシャドウは、ブラックドゥームに話を聞くためにカオスエメラルドを集め始めるのでした。ちなみになぜブラックドゥームがシャドウの元に現れたのかはゲーム中では言及されていないんですが、ジェラルドがブラックドゥームと取引した際に50年後は自分は生きていないためシャドウの元へ行くように話していたのだと思われます。もともとシャドウはブラックドゥームに対抗するために生み出されたため、ブラックドゥームの方から現れてくれたら探す手間が省けますからね。ブラックドゥームとしても約束を確実に果たすための条件だったため異論はなかったことでしょう。ですが残念ながらシャドウはそのことを知らされていなかったようです。ゲーム中のムービーなどを見るに、おそらく記憶を失う前も知らなかったものと思われます。ジェラルドはいずれシャドウに全てを話すつもりだったのでしょうが、その前にあの実験サンプル暴走事件が起こり、真実を告げぬまま離れ離れになってしまったんでしょうね。少し脱線しましたが、話を現代に戻しましょう。かくしてカオスエメラルドを集め始めたシャドウはプリズンアイランドにたどり着きます。その場所を見てシャドウの脳裏にある光景が浮かんできました。このプリズンアイランドは50年前にアークから脱出したシャドウが人間たちに捕まりコールドスリープさせられていた場所だったのです。そのことを思い出したシャドウでしたが、肝心のどこから逃げてきたかが分からず、さらなる情報を求めてプリズンアイランドを捜索します。そんな時プリズンアイランドに保管されている極秘ディスクを回収しに来たチャーミーと出会い、流れでディスク回収を手伝うことになりました。そのままチームカオティクスと合流し、エッグマンのデータベースに侵入します。その最深部でエッグマンと対峙したシャドウは自分が何者なのか、なぜ記憶がないのかを再び問いますが、エッグマンからの回答は変わらず、お前には記憶も過去もないというもの。エッグマンを退け電脳世界から脱出したシャドウの前に今度はソニックが現れ、一緒にアークへ行かないかと誘われます。ブラックドゥームの手下たちが宇宙から来ていることを突き止めたソニックたちはアークを拠点にして奴らを迎え撃とうとしたのです。アークという言葉に引っかかったシャドウはソニックの誘いに乗り、彼らの宇宙船に乗り込みます。するとその宇宙船の中にはなんとカオスエメラルドが安置されていました。わざわざカオスエメラルドをもたらしてくれるとはなんと愚かな奴らなんだろう。そう思いながらシャドウがカオスエメラルドを奪い取ると船内に警報が鳴り響きました。そして次の瞬間、シャドウの脳内にある光景がフラッシュバックします。自分がマリアと呼んでいた少女が助けを求めてくる。そしてアークの中を人工カオスたちが暴れ回っています。そう、その光景は全ての惨劇の引き金となった実験サンプル暴走事件の光景でした。そして何度も頭に浮かんだあの光景もより鮮明にフラッシュバックしてきます。軍の凶弾に倒れるマリア、脱出ポットの中で何もできなかった自分、そしてマリアの残した最後の言葉、あの星に住む全ての人たちに幸せになるチャンスを与えてあげて。シャドウは全てを思い出しました。そして再びマリアの願いを叶えるためブラックドゥームたちの本拠地ブラック彗星に乗り込みます。最深部でついにブラックドゥームと対峙し、見事ブラックドゥームを打ち破ったシャドウ、そして同時に最後のカオスエメラルドも手に入れました。しかし次の瞬間、倒したはずのブラックドゥームが姿を現します。そうです、ブラックドゥームは不老不死の力を持っていたのです。そしてシャドウとシャドウの元へ駆けつけたソニックたちに自らの目的を話し始めました。なんとブラックドゥームは人類を完全に支配し、ブラックドゥームたちに生命エネルギーを供給する家畜にしてしまうというのです。そして驚くシャドウの隙を突き、7つのカオスエメラルドを奪取。カオスコントロールを使ってブラック彗星を地球にワープさせました。ブラック彗星は50年に一度地球に接近しますが、決して地球と交わることはない星。その星を地球にワープさせるためブラックドゥームはカオスエメラルドを欲していたのです。そしてブラックドゥームはジェラルドとの関係も告白します。ジェラルドは研究のために自分の計画に快く協力し、その研究成果として生まれたのがシャドウだと。自分が横島なやり取りによって生まれたと知ったシャドウは掴みかけていた自分を再び見失います。そんなシャドウに代わってブラックドゥームに挑もうとするソニックたちでしたが、急に体が動かなくなってしまいます。実はブラック彗星が出現したことで地球の大気が変化し、神経を麻痺させる毒になってしまっていたのです。動けないソニックたちを尻目にその場を後にするブラックドゥームですが、ブラックドゥームの遺伝子から作られたシャドウだけはその状況でも動くことができました。ブラックドゥームの告白で再び自分を見失ったシャドウはもう半ば自暴自棄となり、自らを一切の過去を捨てた男と名乗ります。そしてただ自分にとって目障りだという理由でブラックドゥームを倒すべく走り出しました。ブラックドゥームに追いついたシャドウですが、彼の遺伝子を持っていることが災いし、
体の自由を奪われてしまいます。ブラックドゥームのあまりに強大な力の前になすすべのないシャドウ。もはやこれまでかと思われたその時、突如として目の前にジェラルドの映像が流れ始めました。実はこの時、アークに潜入したチームカオティクスが以前シャドウが回収を手伝った極秘ディスクを解析しており、その中身を再生したのです。その映像はジェラルドからシャドウに向けたメッセージビデオでした。その中でジェラルドは自分がブラックドゥームと取引してしまったこと、そしてブラックドゥームたちがやってくる50年後に人類を守るためシャドウを生み出したことを告白します。ブラックドゥームの遺伝子から生み出されたシャドウはこの世で唯一ブラックドゥームに対抗できる存在。お前は人類の希望の光として生まれたのだと。そして最後にこの星の未来を頼むというメッセージをシャドウに残します。ついに明かされた自分自身の真実。その真実を知ったシャドウは今度こそ全ての迷いを断ち切り、ブラックドゥームの支配から逃れます。そして最後にジェラルドの思いを果たし、今日こそ過去と決別すると宣言。それはさっきのやけになって出た言葉とは異なり、シャドウが自分の人生を歩み始めるための力強い意思表示でした。その言葉に呼応するかのように7つのカオスエメラルドがシャドウの元に集まり、その力でシャドウはスーパーシャドウに変身。ブラックドゥームとの最終決戦に挑みます。ブラックドゥームは全ての力を解放した姿、デビルドゥームとなってシャドウに襲いかかってきますが、そんなデビルドゥームと互角の戦いを繰り広げるシャドウ。ブラック彗星から脱出したソニックたちもシャドウに声援を送ります。そんな中、最後かもしれないからとエッグマンからさらなる真実が明かされます。シャドウに対してずっとお前に記憶などないと言ってきたが、それらは全て作り話だと語るエッグマン。以前アークでバイオリザードと戦った後、力尽きて地球へ落下したシャドウでしたが、実はその際エッグマンが自分のロボットを向かわせシャドウを救助していたのです。数々のダメージによる後遺症で記憶こそ失っていましたが、今戦っているシャドウはアンドロイドなどではなく、正真正銘ジェラルドによって生み出された究極生命体なのだと告げるエッグマン。そして激闘の末、ついにデビルドゥームを倒したシャドウですが、まだやらなければならないことがあります。地球に現れてしまったブラック彗星を何とかしなければなりません。シャドウはカオスコントロールを使ってブラック彗星を再び宇宙空間にワープさせます。そしてそのタイミングでジェラルドが用意していたビーム兵器エクリプスキャノンが起動。エクリプスキャノンから放たれた光線がブラック彗星に直撃し、ブラック彗星を粉々に打ち砕いたのでした。ブラックドゥームたちを倒し地球を救ったシャドウはいつかと同じように一人アークの窓から地球を眺めていました。ジェラルドの思い、そしてマリアの願いが叶ったことを見届け、2人の写真を捨てるシャドウ。アディオスシャドウ・ザ・ヘッジホック。それは様々な思惑や運命に翻弄されてきた一人の男がようやく未来に向かうことができた瞬間でした。こうしてシャドウは長きにわたった因縁にけりをつけ、自分の人生を歩み始めたのです。その後シャドウはその高い能力を買われ、ルージュと同じく大統領専属エージェントとして活動し始めます。これまでの精神的な危うさは完全になくなり、非常に頼りがいのあるキャラクターになってますね。特に2006年に発売したソニック・ザ・ヘッジホックではメフィレスという人物から人類を裏切るようそそのかされる場面があるんですが、その誘いにも微塵も揺るがずにメフィレスに立ち向かっていく姿はとても印象的です。本当に吹っ切れたんだなと思って感慨深くなった思い出がありますね。これ以降はあまり物語に関わってくることはありませんが、ぜひまたシャドウが活躍する話が見てみたいです。以上、2回にわたってシャドウの人生を解説してきました。これが分かった上で最近のシャドウを見るとまた見方が変わってくると思うので、新ソニやソニックフォースを持っている方はぜひやってみてほしいです。また動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録や高評価、たくさんのコメントなんかもぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。